トイボールファクトリーです。今回はエントリーグレードライトパッケージ版ガンダムをテッカテカにしていきます。箱はこんな感じで、箱じゃないですね。エントリーグレードはプラモデル初心者向けのグレードで、低価格と低難易度を目指して開発されたグレードです。このガンダムのキットが発表された時に税込み550円という驚異的な低価格とギミックに誰もが驚き話題となりましたね。ガンダムベースなど一部で限定販売されていましたが、最近は普通に店頭でも買えるようになってきたので作ってみようと購入してきました。今回はキットの持ち味を生かして表面処理の実験も兼ねて作っていくつもりです。それでは作っていきましょう。エントリーグレードのこのキットはタッチゲートが採用されているので、本来ならランナーからパーツを手でむしり取る作り方が正しいと思われますが、表面処理を行う際にゲート跡が残ってしまう可能性があったので、今回は他のグレードのキット同様にニッパーで切り取っています。僕は最初にランナーから全てのパーツを切り離してしまうという作り方をしています。本来の作り方は説明書を読む、ランナーからパーツを見つけ出す、ニッパーを持つ、パーツを切る、ニッパーを置く、パーツを組むという手順になりますが、各工程から次の工程に移る際にどうしても無駄な時間ができてしまいます。例えばニッパーを持ち帰るだけでもパーツの数に近い回数を行うことになったりしますよね。そういった無駄をなくすために一気にパーツを切り離しています。ということで雑談している間に出来上がってしまいました。超簡単。以前に作ったキャンディー塗装のオリジン版ガンダムと比較してみると全体的にさっぱりとした造形ですね。当然オリジン版の方がディティールが細かいですが、お値段5分の1ということを考えるとかなりクオリティが高いと思います。可動範囲も550円とは思えないクオリティです。好きなだけポーズつけ放題ですね。腰の可動範囲がお値段以上すぎる。三重関節ですよ。前後の可動もすごいですが、このひねりもすごい。腕の可動もバッチリ。ラストシューティングもいけますね。肘はシンプルな軸関節ですが、造形で可動範囲を確保。さすがに刀引き出し機構はありません。足の可動は最近の HG クラスと同等と言ってもいいのではないでしょうか。足首もよく動いて接地性もバッチリそうです。これが初めてのガンプラだったらとても楽しいでしょうね。それではバラして表面処理を行っていきます。ある意味2つの最先端キットですね。さて今回はいつにも増して眠くなることを受け合い、この太もものパーツの表面処理をほぼノーカット、早送りもなしでお届けします。今回の動画の主役は表面処理でございます。塗装は最後にちょっとだけ、おまけ程度にあるだけです。今回は表面処理でテカテカにしてみようという無謀な挑戦です。エントリーグレードのキットということでエアブラシを使わないでテカテカができないかなと思ってやってみました。果たしてうまくいくでしょうか。まずはステンレス製のシャインブレード6という金属ヤスリでゲート跡とパーティングラインを消していきます。金属ヤスリは非常に切れ味が良いのでサクサクと表面を整えられるんですが、その分傷をつけてしまいやすい諸刃の剣です。なので力を入れすぎないように優しく優しくヤスリをかけています。金属ヤスリはパーツを削っていると削りカスが刃の間に詰まって切れ味が悪くなっていきます。普通の金属ヤスリだと歯ブラシなどを使って削りカスを取り除くのですが、シャインブレード6はステンレス製で錆びないので水を含ませたスポンジになでつけることで削りカスを一瞬で取り除くことができます。またヤスリに水をつけることで削りカスが周囲にまったりしなくなるので健康にも良さそうです。長生きしたいですからね。傷をつけないように優しく優しく。これで荒削りは終了かな。次は筋彫り銅のマジックヤスリで全体を鳴らしていきます。
まずは600番から。こちらも優しく優しく。こちらも時々水に浸したスポンジでヤスリについた削りカスを拭き取っています。そしてヤスリをかける方向を変えて800番に引き継ぎ、ヤスリをかける方向を変えることで傷が消えやすくなります。なんというか、こののんびりしたペースで喋っているとセラピー動画みたいですね。起きてますか？続いて1000番にバトンタッチ。こちらもヤスリかけの方向を変えています。どういうタイミングでヤスリの番手を上げるのかというのが難しいんですが、なんかもう削れてないなぁと感じるんですよね。手応えが弱くなるというか、優しくヤスリがけをすると微妙な違いがわかるようなわからないような、まだまだわからないことだらけであります。そしていつの間にか1200番でのヤスリがけになっています。前回のエールストライクへのコメントありがとうございました。各国語版字幕に気づかれた方がいました。実は最新の動画では字幕を12カ国語分を用意してあります。初期のユニクロガンダムから全てのセリフをテロップ化していたんですが、これは難聴の友人がいたので、その友人にも楽しんでほしいなと思ってつけたのが始まりです。実はこのテロップ作業はめちゃくちゃ大変なんですが、テロップを字幕用データに変換することができるようになったので、それならば日本語以外の字幕も翻訳すればできるのではと思い、 Google 翻訳ですが、いろんな国の言語へ翻訳するようになりました。そのおかげで様々な国のガンプラビルダーと交流ができて、やってよかったなと思っています。マジックヤスリが終わって、ここでホビージャパンモデラーズフィニッシュプレートの登場です。このフィニッシュプレートは緑色の面で磨くと半光沢、白色の面で磨くと光沢になるというヤスリになるんでしょうか。模型紙で紹介されていたんですが、これだけでピカピカになるならいいなと思って試してみました。まずは緑色の面で磨いていきます。普段なら1500番のヤスリまでかけて EX ブラックなどをこってり塗って光沢を出すんですが、今回は塗装なしでテカテカにできないかと無謀な挑戦を試みています。無塗装の段階でテカテカになれば傷がないという証明にもなるので、塗装をして細かい傷がないかチェックする必要がなくなるのではという期待もあるんですが、そこまでテカテカに磨いてしまうと今度は塗装が食いつかなくなる気もしますね。それだったら光沢まで磨いて傷をチェックしてから半光沢の面で光沢を落とせば塗料も食いつくかな。それってなんだかめちゃくちゃめんどくさいですね。半光沢の磨きが終わったので、光沢仕上げの面で磨いていきます。字幕の話ですが、 Google 翻訳なのでどうしても間違いが多くあります。それでも皆さんうまく解釈してくださっているようで本当に助かります。ありがとうございます。 YouTube には音声認識をして字幕をつけて翻訳してくれる機能がありますが、ほとんど理解できないことが多いです。当行本の字幕は正確な日本語からの翻訳なので、比較するとかなり理解しやすいのではと思っています。ガンプラと動画を作るので手一杯で、翻訳作業にかけられる時間は限られていて、細かい修正はできませんが、今後も見てくださる方がいる間は続けていこうと思っています。ということで磨き終わり、どうでしょうか。テカテカに見えますかね。左側のパーツが反射しているのが分かりますね。でもちょっと分かりにくい。色が濃いパーツの方が分かりやすいかな。照明が反射しているのが分かりますね。さらに磨いてみましょう。ショーアップのスーパーカットコンパウンドポリッシュで磨いてみます。そこそこ反射するまで磨けたので、さらにコンパウンドで磨けばもっとテカテカになるのではと思って磨き始めました。コンパウンドでの磨きはシナンジュ、グフカスタムでとてもうまくできたんですが、その後のスサノオの制作で磨いた後に光沢が鈍くなってしまうという現象に見舞われてしまって、ちょっと苦手意識が湧いています。続いてスーパーカットコンパウンドフィニッシュで仕上げ。今回は塗装をしていないので、塗膜の溶剤の揮発など後から変化するような条件もないので、失敗はないんじゃないかなと思っています。まだまだコンパウンドを使った回数が少ないので、
何が失敗の原因なのか全然分かっていないので、数をこなして経験値を稼ぎたいですね。ちまちま磨いております。曇ってる。なんじゃそりゃ。仕方ないのでフィニッシュプレートで再び磨きます。綿棒でやってるのが悪いのか、力の入れすぎなのか、いろいろ実験しないといけないですね。テカテカへの道は遠い。バックパックなどメカ部分は艶消しにするため、3000番のスポンジヤスリで表面をヤスリがけしておきました。アンテナの安全フラッグをカットしてシャープ化。定番の改造ですが、飾っておく派なので見栄え重視でカットしていますが、動かして遊ぶ人はカットしない方が安全なんでしょうね。ちょんまげの脇にパーティングラインがあったので、超高スクレーパーでカンナがけ。アンテナとちょんまげが一体化しているという特殊なパーツ構成ですが、超高スクレーパーはこういう狭いところにも使えて便利ですね。この狭い部分にはフィニッシュプレートが入れないので、細かく切り取って磨いていきます。アートナイフで切り取って爪楊枝でゴシゴシ。光沢の面も同様にプレートから切り取って爪楊枝でゴシゴシ。これで表面処理が終了です。ということで完成。おや、なんかそんなにテカってないですね。パーツごとに見たときはもう少しテカって見えていたんですが、なんだかめっちゃすぐみですね。あれ、パーツ数が少ないとはいえ4時間以上かかってこれとは。参りましたね。よく見ると光沢が出ているんですが、成型色のせいかあまり光沢が映えませんでした。黒いパーツだともっとちゃんと磨いた効果が得やすいかもしれません。超音波洗浄機で洗って汚れも取り除いたんですが、見えるかな、光沢が出ているといえば出てる。ただ全く生えてないですね。ヤスリをかけまくった甲斐がない。嘆いていても仕方がないので、プレミアムミラークロームで鏡面塗装してみます。テカテカ感は分かりにくかったですが、表面処理はそこそこうまくいっていると思われるので、表面の状態に左右されやすいメッキ調塗料での塗装はうまくいくのではないかと思います。メタリック塗装の基本に倣ってエア圧を 0.05 メガパスカルくらいに絞って、塗料の突出量もギリギリまで絞ってふわっと塗料をのせていくように塗装しています。プレミアムミラークロームはエアブラシで吹き付けてメッキ調の塗装を再現するという特殊な塗料です。黒下地塗装などせずに、磨いたプラスチックの上に直接エアブラシで吹き付けるのが正しい塗装法のようです。今回の製作方法とぴったりですね。プレミアムミラークロームは希釈済みの塗料なので、塗装に使用できる容量もそれほど多くなく、値段も1000円以上する高級塗料です。ガンプラ丸ごと一体に使うというのはなかなかの贅沢ですね。しかも塗装しているのは550円という超低価格キット。すごい贅沢をしている気がします。いやー、もったいない。そんな高級塗料を長時間塗装していますが、なかなかメッキ調にならないですね。塗料の突出量が少ないからかな。本体の色が結構透けています。プレミアムミラークロームは本来は隠蔽力がとても強い塗料なので、まだまだ塗装が薄すぎるということなんでしょうかね。普通の製作だとこんな大胆な塗装は勇気が出ないので、なかなか挑戦しにくいですが、低価格キットなので躊躇せずできますね。キット自体の構成もシンプルで組みやすく、タッチゲートなのでニッパーすらいらないというお手軽設計。こんな行き当たりばったりの無謀な塗装は組むだけで大変なマスターグレードのキットではなかなか試す気にはならないですよね。ガンダム系の機体をオリジナルで塗装するときに、このイージーガンダムをテストベッドとして使うというのもありかもしれませんね。そうこう言ってるうちにだいぶメッキ感が出てきました。しかしこれは何でしょうね。これは
よくわからないものができてしまいました。鏡のようとまではいかないんですが、結構反射はしているようですね。埃防止のために着ているウィンドブレーカーがそこそこ映り込んでいます。金属製のガンダリウム合金モデルのガンダムを彷彿とさせますが、どちらかというとホワイトメタル感がありますね。最初は透けていたプレミアムミラークロームでしたが、少しずつ重ねることで下地の色を完全に隠蔽してくれました。とても強い隠蔽力だと思います。指定された塗装方法のプラスチックにそのまま塗装するのが一番という意味が分かった気がします。しかしこれは一応テカテカ塗装だと思うんですが、湧いてくる感情が今までにないものです。これはテカテカなのか？とにかく存在感は凄まじいです。めっちゃ輝いております。ということで、エントリーグレードライトパッケージ版ガンダムをテッカテカに塗装しました。当初の目標であった無塗装でのテカテカはパーツ単位ではテカテカしているのは分かったんですが、全体を組み上げてみるとプラスチックの安っぽさや成型色のせいか光沢が映えずいまいちでした。そこで急遽思いついたプレミアムミラークロームでのメッキ調塗装は技術的にはそこそこうまくいったはずなんですが、なんだか思ってたのと違うという結果になりました。普段とは違う実験的な製作になりましたが、フィニッシュプレートを使った表面処理自体はそこそこうまくいったと思います。また低価格でお手軽なキットのおかげでちょっと変わった手法も実験しやすいという成果も得られたので、まあなんか良かったんじゃないかなと思うことにします。ということで、エントリーグレードライトパッケージ版ガンダムのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。この騎士か銀粉症だな。